こんにちは。今回はちょっと変わった透かし編みでパックを作っていきます。で、これは試しに作ったもので、ワンハンドルですごく可愛くできたので、これをもうちょっと大きなサイズにして、で、この市販のハンドルを使って簡単に作っていこうかなと思います。で、これはダイソーさんのもので、先端がこのクリップになっていて、長さは40センチ、幅は1センチ。で、糸はセリアさんのニューエンジェルコットン。綿100で 25g 約65メートル。で、使用かぎ針の目安が3から4号。で、これだけだとちょっと細いので、2本を一緒にして編もうかなと思います。で、2本一緒にした場合は、だいたい2から3ミリぐらいになるかなと思います。2本一緒にして編んでいくので、7号で編んでいこうと思います。で、あとは好みで内袋を作ろうかなと思います。使わなくなったハンカチを使って、ごくごく簡単に適当に作っていこうと思います。ほんのちょっとだけ針を使って、ちょっとだけ縫って、あとは接着芯でなんとかしようと思います。で、マーカーととじ針を使います。糸を2本一緒にして、まず底を作っていきます。鎖編みを35目。で、この時の鎖編みはちょっとゆったりと編んでいきます。鎖編みが終わったら底を作っていきます。で、底はこの鎖の両端の目に細編みを3つずつ。この目に細編みを3つ入れていくんですが、3つのうち真ん中からスタートするので、この目に細編みを2つ入れてからぐるっと編んで、同じ目にもう1つ。で、この目に後で入れるので、マーカーをつけておきます。で、この目にまず細編みを2つ。で、細編みをするので、鎖1つで立ち上がって、この目に細編みを2つ。で、表からではなくて裏山。この糸が盛り上がっているところに細編みをしていきます。針から1、2、これが1つ目なので、マーカーをつけておきます。で、同じ目にもう1つ細編み。これで1つの目に細編みが2つ。この目に2つ。で、ここからは1つの目に1つの細編みをしていきます。まず、隣。隣。その隣。このまま一つの目に一つの細編みを続けていきます。端の一つ手前まで細編みを続けます。端まで編んだら最後の目には細編みを3つ。この目に3つ。まず1つ目。次は2つ目。2つ目はこの糸端を針の上を通って向こうに寄せておきます。で、2つ目の細編み。次は3つ目。
同じところに、で、今度はこの糸端を針の上を通って手前に寄せておきます。で、3つ目の細編み。これで1つの目に細編みが3つ。で、ここからは1つの目に1つの細編みをしていきます。まずこの3つ入れた隣の目。で、この時にこの糸端を編みくるんでいきます。編みくるんでいくと糸の処理が楽になるので、めんどくさい時には編みくるんでもいいし、やりにくい時は針で始末しても大丈夫です。この時は2本の糸の下を通っています。で、この糸端はある程度編みくるんだら、で、これを必要なくなったら後ろにどけておいて、で、また細編みを続けておきます。で、このどけておいた糸端は後でカットします。で、このままこの最初につけたマーカーのところまで一つの目に一つの細編みを続けます。2つあるうちの最初につけた方。最後はマーカーのついた目に細編みを1つ。これで1つの目に細編みが3つ。で、最初の細編みの頭に引き抜きます。これで細長い楕円形の底が出来上がりました。次は側面を編んでいきます。側面は扇形と四角と扇形と四角を交互に編んでいきます。まずこの扇形4本のうち3本を編んでいきます。ここからスタート。まず鎖を4つ。下から3つ目にマーカー。で、同じところに長編みを1本。鎖の根元。ここに長編みを1本。で、鎖を1つ。同じところに長編みをもう1本。これで鎖と長編みが2本。間には鎖1つずつ。で、次は四角を作っていきます。で、ここの他のところでは間に鎖2つ入っているんですが、この端だけは間に2つ飛ばないで、このまま四角を作っていきます。扇形のすぐ隣。長編み1本、鎖1つ、で、足元1つ飛ばして長編み。と、長編みと鎖1つと長編みの四角。で、次は扇形。扇形は長編み4本の扇形。ここからは足元2つ飛ばして3つ目。1、2、3。
長編み1本、長編みと長編みの間には鎖を1つで、同じところに長編みで、鎖を1つ、同じところに長編みで、長編みが4本になるまで編んでいきます。鎖が1つ、同じところに長編み。これで長編み4本の扇形。次は四角。足元2つ飛ばして3つ目に四角。1、2、3。鎖1つ、1つ飛ばして2つ目に長編み。これで四角、扇形、四角で扇形。1、2、3。長編み、鎖、長編み、鎖、長編み。これで長編み4本の扇形。で、また次、四角。足元、1、2、3。で、また扇形。端まで来ても、扇形の後には、足元2つ飛ばして3つ目に四角。1、2、3。長編みと、鎖と、1、2。で、四角。で、一番端では四角の後にすぐ扇形。足元を飛ばさないですぐ隣。ここに扇形。長編み4本の扇形。これで1、2、3、4。で、扇形が終わったらすぐ四角。長編みと鎖と長編み。1、2。で、ここからは今までと同じように足元2つ飛ばして扇形。で、扇形ができたら、また足元2つ飛ばして3つ目に四角。こっち側と同じようになっていきます。1、2。で、次は1、2、3。で、扇形。で、四角。で、これでスタート地点まで戻っていきます。
1周目の終わりでは四角の後に扇形を完成させます。最初に3本編んでいるので、もう1本長編みを編んでいきます。で、ここに入れるとちょっと長編みがいびつになるので、この鎖の根元はここなので、ここに長編みをしたいと思います。鎖の根元。これで長編みが4本。鎖を1つ。で、最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。これで扇形ができました。で、次は2周目。2周目は扇形の上に四角。四角の上に扇形。で、扇形の上に四角。と逆に編んでいきます。まずこの扇形の上から鎖4つ。1、2、3、4。で、下から3つ目にマーカー。で、足元はこの鎖を飛ばして次の長編みの上。これで扇形の上に四角。で、次はこの四角の上に扇形。で、長編みを編んでいくんですが、針を入れるのはこの四角の真ん中。このスペースに針を入れます。長編み。鎖を1つ。で、長編みを1本。鎖を1つ。で、長編みを1本。これで四角の上に扇形。で、次は扇形の上に四角。4本のうち中の2本。四角を作っていきます。長編みの上。鎖1つ。で、次の長編みの上。と4本のうち2本目と3本目の上に四角。で、次は四角の中に長編み。このスペース。長編み4本の扇形。で、4本。で、次はまた扇形。で、次は扇形。これで4本。次は四角。2本と3本。こ
れでくるっと編んでいきます。2周目の終わりでは、扇形の後に、最初の四角の下から3つ目の鎖に引き抜きます。1、2、3、マーカーのついたところ、引き抜いたら、これで2周目が終わりました。次は3周目。3周目。で、この3周目は、この四角から糸を出したいので、このスペースに針を入れて、糸を引き出して引き抜きます。これで四角から糸が出てきました。で、ここ鎖を4つで、下から3つ目に1、2、3マーカーで、この四角に針を入れて長編み、鎖を1つで長編み、これで扇形の一部で、次は下の扇形の上に四角2本目と3本目の上、で、四角の中に扇形と前と同じように編んでいきます。で、また2本目と3本目の上で四角を作っていきます。このまま今までと同じようにくるっと編んでいきます。で、これ以降も今までと2周目3周目と同じことをずっと編んでいきます。だいたい14センチぐらいまで編んできました。ちなみに横幅は26センチぐらい。で、ここで細編みをして、で、その途中でこのハンドルのスリットを作っていきます。まず細編みで一周していきます。で、模様の終わりの部分。で、鎖を一つ。根元に細編み。で、隣にこの四角の真ん中、このスペースに細編みを一つ。で、隣の長編みの上。次はこの長編みの上。四角の最後の長編みと扇形の最初の長編み。で、次からはこの長編みと長編みの間に針を入れて、で、細編みをしたいと思います。ここと、ここと、ここ。で、次はこの四角の上の長編み。
四角の中で長編み。で次は扇形の最初の長編み。で次は扇形のスリット。で次は四角の長編み。四角の真ん中のスペース。四角の長編み。こんな感じで編んでいこうかなと思います。で四角が終わったら扇形の初めの長編み。で次はスリット。で四角。細編みで一周してきたらスリットの後に最初の細編みに引き抜きます。これで最初の細編みが終わりました。で次はこのハンドルのクリップを入れていきたいのでスリットを作っていきます。ペタンとして位置を決めていきます。で鎖2つの幅でいけると思うので、この2つを鎖編みで飛んで細編みをしていきます。2つのうち右側につけておきます。でこっち側もこの2目のうち右側につけておきます。で今このマーカーよりも左に来ているのでちょっと戻ります。これを裏返して糸を向こう側にやってこの細編みに針を入れます。今編んだ細編みで糸を引き出して引き抜きます。これで1個戻りました。でもう1個マーカーのついた目同じように糸を引き出して引き抜きます。でもう1個これで3つ戻りました。で元に戻ります。でここからまずスリットを作って細編みをしていきます。で鎖を1つで根元に細編みマーカーの隣でこれが一つの細編みなんですがマーカーをつけたいんですがそうするとちょっと見えにくくなるので今はしないでこのスリットの分の鎖2つ少しだけきつめでこの2つを飛ばして次の細編み123でここに一目でもいいのかなと一目にしてみようと思います。で
マーカーの目も細編みにしてみて、で1目を鎖で次の細編み、一目でも良さそうなので一目でやってみようと思います。でここからは今までと同じように一目に一つの細編みをぐるっと編んでいきます。反対側のこのマーカーのところまでとりあえず編んでいきます。反対側まで編んできました。で、このもう一回ペタンとして、この2目のうちこっち側にスリットを作った方が良さそうなので、このマーカーのついた面を鎖編みをしたいと思います。鎖1つ、ちょっときつめで、このマーカーの目を飛び越えて細編みで、ここからはスタート地点まで普通に編んでいきます。で、ここまで2周目が終わったら最初の細編みに引き抜きます。で、次は3周目、鎖1つ、根元に細編みで、もう一つで、3つ目はスリット。このスリットの真ん中に細編みをします。鎖の下に針を入れて細編みで、ここからはまたずっと普通の細編みをしていきます。で、反対側も同じようにスリットの真ん中に針を入れて、で細編みをします。で、ぐるっと編んでいきます。ここまで3周目を編んできたら最初の細編みに引き抜きます。で、次に4周目をもう1周だけしようかなと思います。3周でもいいし、もう1周やっても良さそうなので4周目編んでみます。鎖1つ、根元に細編みで、隣にも細編みをして、このまま1周普通の細編みを続けます。と1周してきたら最後は針で糸始末をします。最後の細編みから糸を引いていきます。15センチから20センチぐらいで、最初の細編みのその隣、端から1、2、この目に針を入れていきます。手前から向こうに、で、マーカーを外して最後の細編み、ここに上から針を入れます。
で、この今渡した目が一目に見えるようにで引き締めていきます。他と大きさを揃えて自然な感じにしていきます。で、だいたい整ったら裏で糸がほどけないように固定して隠していきます。で、固定するときはちょっと行ったり来たりしてで糸を通す方がしっかりします。次はここに内袋を作ってみようかなと思います。簡単にするためにこれを三角に折ってで三角に折って三角に折ってでこれをでこのバッグよりもだいぶ広めにした方がいいと思います。でこれを大きさを決めていきます。で、ここでカットしたいと思います。ギュッとしてこれぐらいでカットします。反対側も同じようにでここと中表にしてこっちが表こっちが裏中表にしてで糸で縫っていこうと思います。と玉結びと1センチから5ミリぐらい縫い代を残して返し縫いで串縫い反対側も同じように縫っていきます。両端をすごく簡単に縫ってきました。でもう一回当ててみて入れてみたりしてで高さがだいぶ
余るようなので、ここら辺からカットしようかなと思います。最後に縁を折り返すので、その部分を残す感じで、これぐらいの感じでカットしていきます。でこれを接着剤でくっつけていこうかなと思います。その前にこの端も多分しなくても大丈夫だと思うんですが、一応するのであれば、ここら辺端は脇を合わせて袋状にしたら、このままバッグに入れてみて深さを合わせていきます。で、ここが多少伸びるので、これをだいぶ余裕を持って深めにしておきます。で、接着剤か針でくっつけていくんですが、だいたいここかここら辺でくっつけていきたいと思います。ここら辺で合わせてみたいと思います。中表のまま裏返して、でこういう感じで接着剤で合わせていきます。で、接着するときは、ここに糊を合わせるのではなくて、この縁に接着剤をつけていきます。で、1センチから1.5ぐらいで合わせていきます。で、ここに接着剤を入れると、後で針で合わせるときに縫いにくくなるので、針で縫う場合には、ここには接着剤をつけずに置いときます。それ以外は、糸でかがるか、この接着剤でくっつけていきます。これでぐるっとくっつけていきます。へりが乾いたら中表のままバッグに入れてみます。で、ハンドルのこのスリットを塞がないようにして、脇と脇とを合わせていきます。で、この接着剤だけでどれぐらいくっつくかわからないので、とりあえずくっつけてみて、そこから剥がれてきそうだったら、糸で、針でまつっていこうかなと思います。とりあえず、脇と脇を合わせて、
で、次は真ん中と真ん中を合わせていきます。常にこの対角線上に大まかに合わせていく感じです。こことここ、こことここが終わったら、今度はこことここ。で、次はこことここ。で、接着剤が乾いたら、ストラップをつけて、で、出来上がります。意外としっかりと止まっています。で、使ってみて、もし剥がれるようであれば、簡単に糸でこうかがっていけばいいかなと思います。で、今回このちょっとレトロな感じの花模様にしたんですが、布を変えたらまた違った感じに出来上がると思います。で、今回2本で編んできたので、このボリュームとこっちのストラップのこのボリュームとちょうどよくバランスよくできたと思います。で、模様も今回この四角と扇形を組み合わせて作ったもので、ちょっと変わって面白い感じに出来上がったと思います。で、この本体の比率もちょうどいい感じにできたと思います。25か6ぐらいで、深さは16ぐらい。ちょうど安定したバランスになったと思います。ストラップを市販のものにしたので、簡単にできると思うので、作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら登録と高評価をお願いいたします。